ったの？はい、こんにちは、たかぽんチャンネルです。さあ、今回はですね、船のドローンを紹介します。今回紹介するドローンはなんと水上ドローンのご紹介です。撮影スケジュールが大変タイトになっておりますので、サクサクっと開封してまいりたいと思います。はい、じゃあ持ってくるね。よいしょ。手伝ってはい、ドーン、こちらでございます。さあ、早速オープンしていきましょう。開封です。魔法の言葉はですね、今回は使わないようにしております。はい、ぐるぐるじゃねえよ。今回もデモ機なんですけれども、新品が届いております。来ました、こちらドロリン、パワービジョンさんのパワードルフィンエクスプローラーインフィニティインフィナイティポシブリライなんて書いてあるかわかんないけど、はい、水上ドローンもまあいわば船のラジコンです。ネットの情報を見る限りカメラがついてたり、ボタンがついてたり、巻き機能があったりとですね、すごいラジコンなんですよ。オープン。おー、かっこいい。この状態で撮らせて。カメラのなんかやり大丈夫？痛い。おい、もうふざけて乗るけんたい。どこが痛かった？どこ痛かった？手？かわいそう。泣きやんでじっとしとけって。座ってじっとしとけって。ご覧ください、このように入っておりました。もう何ですかこれ、宇宙船のように見えますね。かっこいい形が。かわいそう。はい、じゃあ開けていきましょう。物が多くて大変。さっと並べましょうかね。はい、内野物はこちらになります。で、今回ケースがないなってさっき言ってたんですけど、こういうソフトケースになってますね。これが蒔絵ギミックね。お、これがこうひっくり返ってこうやって蒔絵されるってことです。そしてこれがソナー、魚探の振動子っていうか魚探ですね。はい、そして本体、あと予備ペラも4つ入ってます。全部いっぺんに充電できるという。はあ、思ってたよりコンパクトですね。こういうプロペラでね、ラダーがついてない左右のモーター出力調整で右に行ったり左に行ったりするトイラジ的な走り方をするドローンですね。これそっちの方が都合いいんでしょうね、何かと。はい、開きました。僕が一番気になってたのここ、よくできてるよ。なんで僕のところにこのねドローンのレビュー依頼が来たかと言いますと、僕こう見えてですね、こういったねドローンの一製造メーカーといいますか、どうしてもそういったキーワードが僕に引っかかってきちゃうんじゃないのかなと思うんですけども、ちょっとカメラさんこちら振ってみてください。はい、カメラさん僕です。はい、こんな感じでですね、模型船作るのを趣味としておりまして、でこの仕様なんですけど、魚探がついてラインをね引っ掛けるギミックがついてたり、これね僕実は作ろうと思ってたところだったんですよ。測量船の型があるんで、自分の趣味用でそういったラジコンを作ろうと思ってたところに、なんとやっぱりテクノロジーの進歩っていうのはすごいですね。そこ 2,3 年でこんな立派な既製品が出来上がっちゃって、まあ今回はですね、本当はこれ使って大物釣りをしてやろうと思ってたんですけれども、動画アップロードのスケジュール上ですね、とりあえずこのドローンの思想で明日ちょうど予定をしていたラジコン製のオフ会がありますんで、そちらにこれを持って行って一緒に走らせてみようかなと思っております。だから今回はこの魚探は使うことないのかな、そういう機能はあるということで。あ、なるほど、1つのギミックで2つ分。ああ、なるほど、分かったよ。じっくりアップでお見せします。3、2、1、0。はい、今ですね、このようにスマホとつながってるんですけど、今やってたのはここですね。釣り針、餌を投入しますかって出てますけど、 OK を押しますと皿がね180度展開して蒔絵ができるということです。蒔絵モードの時はね、ここが回転して蓋が開くようになってます。蒔絵モードじゃない時、ここにフッキングのフック、これでセットです。でセットしたらここから糸は出ていきません。そして先ほどの蒔絵のボタンを押すると、このフッキングが外れます。でこれ1回ね解除されたら、次はねロックするのは手動で行う必要があるんですが、例えば魚探でね反応があったところで解除ボタンを押すると糸が出ていくと、こういったギミックもついていると。なんということでしょう。あとまだギミックあったよ、そういえば。ちょっと待って。あー、来
した。なんとここまでシールとします。蒔絵をしたところのね、撮影ができたり仕掛けを食う瞬間が見れたりするかもしれませんよね。でそれはこちらのね、リアルタイムで映像の方が飛んできておりますんで確認できる。ほら、あ、なんか可愛いお魚さんがもっとここにライトのボタンありまして、ひょっとしてこれついた LED ライトが、ライトのオンオフまで制御できない。もうなんということでしょう、このラジコンは。これで暗いところでもね、撮影できるということなんでしょう。はい、ということでございまして、ギミックの紹介は終わりましたんですけれども、これね、僕が依頼されて作るとしたら4、50万コースですよ、これ。これがもうこれ、魚探搭載で10万ちょっとってことですからね、驚きです。じゃあ、えみちゃん、現場にそろそろ行こうか。どこの現場？今日は船のラジコン船オフ会の現場までジャンプでワープしますよ。せーの。あ、いって大丈夫？もかもかもか。せーの。ジャンプ。はい、ということで川にやってまいりました。川です。こ川、ここはですね、熊本県の山鹿市にある菊池川です。いつもですね、毎年1回ぐらいですね、同窓会みたいな形でラジコン船のオフ会をやってます。で、今日はそこで私のね、水上ドローンも試しに走らせてみたいと思います。うわー、めっちゃ安定してる。さあ、それではパワードルフィンの方も準備してまいりましょう。このドルフィンでね、シップヤードドワーフさんの船を取ってみたいと思います。はい、ペアリングっていうかね、できましたので、向きが変えられるんですね。ちょっと、今日はね、被写体が船なので、こんな感じで行こうかな。さあ、浮かべました。モーターロック解除。ああ、こっちのスティックなんだ。左スティックがラダーになってる。おー、こうしたら、水面が映った。録画は、どれでしょうかな。フルハイの 60p で 4K まで撮影できる。今回はフルハイで。潜っていきよらんですか潜りよる。怖いな。いや、ないです、ないです。カメラがひょっとしたら前向いとるけん、ちょっとあれ、カメラの向きを変えんといかんな。お、危ない危ない。ちょっと滑走しなかったんで、このモードで行ってみようか。したらもう水中しか撮れないですもんね。水中は見えよるよ。はい、巡航モードに変えたんで、やっぱ滑走しよるっすよね。ラダーがないんだけど、ラダーがあるような動きしてますね。滑走するまではもう水に潜ったような状態で進んでますね。これ最高速。ちょっと行けるところまで行ってもらおうか。ロングキャスティングモードとでも言うかな。あんな遠いとこまでのキャスティングはできないでしょう、さすがに。で、このドローンだったら、あそこまでラインを引っ張っていってくれることもできると、そういうわけなんでしょうね。さあ、ちょっと戻ってきてもらいましょう。ヒャンヒャンやってきてますね、これ。あたかもイルカのように、ドルフィンのように走ってきました。慣れたら面白い。これだけ走らせて、まだバッテリーは 58% あります。ここね、カメラの向きが変えられるので、ちょっと上げ目でやると、やっぱここに水が入っていっちゃって下がっちゃうんでしょうね。ゆっくりだったらいいんですけど。これで今日は模型船を追っかけようと思ってたんですけどね、なかなかできないな、それで。ちょっと一応録画してみます。こういう映像が撮れてますね。で、走らせると潜る。走らせると潜る。ちょっと待って。あれ、もうちょっと上げないかんのかな。走らせると潜るんであれば。よいしょ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 。もうちょっと上げんといかんのかな。したら空しか映らんしな。これは、模型船を映すとかには不向きですね。
わかりましたよ。やっぱりこれにアクションカメラつけたら沈むかな。どうにかして薄井さんとかの船綺麗に撮りたいから。ってことで、これをちょっとインスタ360 3M の威力を信用しよう。あ、意外に浮いてますよ。コロンチちゃうか。薄井さん、これ残念なことが分かります。これだと撮れないですね。後ろにつけるか、このカメラを。どうにかして薄井さんの風に撮りたかったんだけどな。このバランス見てみよう。よいしょ。おー、このケツが沈んだ。あ、今度は滑走するんじゃない？これだったら。パワービジョンとインスタ360のコラボで。パパ何してんの？だから船を撮るから。速度出さんければ大丈夫です、この。よし、じゃあタイヤ丸のところに出発。追っかけっていう。あ、危ない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 。ちょっと待って。転覆しそうになる夜。怖い怖い。おお、転覆した転覆した。転覆したらどうなるの？なんか勝手に動いてる。上昇したら跳ねる。ちょっと待って、勝手に動きよる。濃紺状態です。ちょっと待って、マジで。ちょっと待ってよ。なんであんな動きするんだろう。前進したらあれやもんね。ちょっと待って。濃紺濃紺。転覆して、ああ、死を覚悟した。内側は美味しい水でした。潜っちゃった。潜っちゃいけないよ。よし、生きて帰ってきました。Explore infinite possibilities. まあちょっとそういったところで今日のレビューは終わりにしたいと思います。